マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか？私は元気です。はい、先週ですね、無事に日本から韓国に、戻ってきました。で、今回の一時帰国は、1週間くらい帰ったんですけど、今回帰った理由はおばあちゃんの四十九日があったからなんですね。皆さん、四十九日って知っていますか？四十九日っていうのは日本でよく行われる仏教の行事の一つで、人が亡くなってから49日目に行う、法要のことですね。で、仏教では宗派とか地域によって、考え方はちょっと違うんですけど、亡くなった人はすぐに次の世界へ行くのではなくって、49日間をかけて次の世界へ向かうっていう考え方があるんですね。で、日本では49日目を目安に、家族とか親族たちが集まって、お坊さんにお経を唱えてもらったり、あとは亡くなった人のために祈ったりするんですね。ただ、この実際にはね、この49日目ぴったりではなくって、家族が集まりやすいように、そのちょっと前の土日に行うことも多いです。この四十九日は少し悲しい行事ではあるんですけど、亡くなった人が次の世界へ向かうための大切な区切りでもありますし、あとは残された家族が少しずつ心の整理をして日常に戻っていくための時間でもあるんですね。あとは、この四十九日の法要のタイミングで、お骨、骨のことですね。お骨をお墓に納めることも多いです。これを納骨と言います。ただ、必ず四十九日にするわけではなくって、家庭や、あとは地域、それから、お墓の準備状況によって少し後に行う場合もあります。今回の、おばあちゃんの四十九日では、納骨もしましたね。はい。もう、なんかね、今回、この四十九日を終えて、ああ、本当に早いなって思いましたね。うん。おばあちゃんが亡くなって、もうそんなに時間が経ったんだって。はい。すごいそうやって思いますね。うん。やっぱり、まだ寂しい気持ちはあるんですけど、でも家族や親族と集まってね、おばあちゃんのことを思い出す時間にもなったので、よかったなって思いますね。はい。それでは、今日のポッドキャスト始めていきましょうかね。今日はですね、日本の七夕についてお話ししていきたいなと思います。皆さんは七夕って知っていますか？韓国にもこの行事ありますし、あと中国や台湾の方はね、七夕の元になったお話を知ってるよっていう方も、いらっしゃるかなと思います。でも、初めて聞く方もいるかと思いますので、まずは簡単に七夕について説明しますね。七夕は毎年7月7日に行われる夏の行事の一つです。で、ここで少し漢字のお話をね、したいと思います。で、今、画面を見ずに音声だけで聞いてるっていう方ね、ごめんなさい。この七夕という漢字についてちょっとお話ししたいと思います。この七夕の漢字の読み方について疑問に思った方いらっしゃるかなと思います。え、なんでこの漢字で七夕って読むんだろうって思いますよね。うん。この、七夕はもともとはね、七夕といって中国から伝わったもので7月7日の夜に行われる行事でした。
なので漢字を見ると、7は7月7日の7。で、夕は、夕方や夜っていう意味があります。はい。でも、日本には昔から七夕っていう言葉がありました。で、これは神様に捧げる布を織ることと関係がある古い日本の言葉なんですね。その中国から伝わった七夕という行事と、あと日本に昔からあった七夕という言葉が合わさって、今のように七に夕って書いて、七夕と読むようになったと言われています。つまり簡単に言うと、漢字の七夕っていうのは中国から伝わった行事の名前。そして読み方の七夕は日本に昔からあった言葉。この二つが組み合わさった言葉なんですね。日本ではこの日に、笹の葉に短冊という小さな紙を飾ります。で、その短冊にお願い事を書くんですね。七夕の時期になると、いろいろな場所に大きな笹が飾られていて、で、そこにたくさんの短冊がぶら下がっているんですよ。で、例えば、ピンクとか黄色、水色とか紫とかね。本当にいろいろな色の短冊が、飾られていて、それがこう風に揺れているんですよね。うん。で、それを見るだけでもね、ああ、夏が来たなーっていう気持ちになりますね。七夕はただお願い事を書くだけではなくって、星にまつわる少しロマンチックな物語もあります。はい。そこで今日はですね、七夕がどんな行事なのか、なんでお願い事を書くのかとかね。はい。そんなお話を皆さんにわかりやすくご紹介していきたいなと思っていますので、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。そしてこの前の日本語ポッドキャストではメンバーシップもやっています。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。では最初に、七夕の由来についてお話ししたいと思います。七夕は先ほどもお伝えした通り、もともとのルーツは中国にあると言われています。で、中国から日本に伝わってきて、そこに日本の文化や、考え方が少しずつ混ざって、今のような七夕の形になったそうです。それから七夕でとっても有名な話が、織姫と彦星という二人の物語です。織姫は、天の神様の娘で、機織りがとっても上手な女性でした。で、この機織りが何かっていうと、布を作ることですね。で、この天の神様は、織姫にいい相手はいないかなって考えていたんですよ。そんな時に天の神様の目に留まったのが彦星です。で、この彦星は牛使いの男性ですね。で、この牛使いっていうのは牛のお世話をしたり、あとは牛を使ってお仕事をしたりする人のことを言います。で、彦星はすごく真面目で、とっても働き者の男性だったと言われています。で、天の神様は、この人だったら織姫にぴったりかもしれないって思ってね、それで二人を引き合わせたんですね。そして二人は結婚しました。ここまではね、とってもロマンチックなお話ですよね。でも、二人は結婚してから、お互いのことが好きすぎちゃって、で、仕事をしなくなっちゃったんですね。で、織姫は、機織り、布を作らなくなってしまって、で、彦星も牛のお世話をしなくなってしまいました。で、多分、こうずっと二人でいたかったからなんでしょうね。うん。それで、それを見た、天の神様は怒ってしまいました。そして、二人の間に、天の川を挟んで、会えなくしてしまったんですね。
で、この天の川っていうのは、夜空に見える星の川のようなものですね。それで二人は会いたくても会えなくなってしまったんですね。ね、これ結構厳しいですよね。そう。でも、天の神様は二人を完全に会えなくしたわけではありません。二人がきちんとお仕事をするなら、一年に一回だけ会うことを許しました。それが7月7日の夜です。つまり七夕の夜は織姫と彦星が一年に一回だけ会える日なんですね。なんかそう考えると七夕の夜ってちょっと特別に感じますよね。うん。で、日本ではこのお話を子供の頃に聞いたことがある人が多いんじゃないかなって思います。学校で先生から聞いたり、あとは絵本で読んだりね。それから七夕の歌とかもあるので、そういった歌とかを歌ったりしながら自然に覚えていく人も多いかなと思います。あと、七夕にはもう一つ有名なお話があります。それは、7月7日に雨が降ると織姫と彦星は会えないっていう話です。で、なんで雨が降ると二人が会えないのかっていうと、こう二人の間に天の川が流れてるじゃないですか。で、雨が降るとね、この天の川の水が増えてしまって、二人が川を渡れなくなってしまう。だから会うことができないって言われているんですね。そう。だから日本では七夕の日に雨が降ると、ああ、今年は織姫と彦星会えなかったのかななんていうこともあるんですね。はい。じゃあ実際に、日本の七夕ではどんなことをするのかっていうことについてお話ししていきたいと思います。七夕といえばね、やっぱり代表的なのは笹に短冊や飾りをつけることですね。で、笹っていうのは竹に似た植物で、細くて長い葉っぱがね、たくさんついています。で、短冊っていうのはお願い事を書く細長い紙のことですね。七夕の時期になると、その笹にお願い事を書いた短冊を結びます。それから折り紙で作った飾りをつけることもありますね。例えば星の飾りとか、あとは紙の輪っかをこうつなげた飾りとかね。そういったものを飾ります。で、こういう飾りは特に幼稚園とか小学校でよく作るかなと思います。うん。なので、日本では七夕っていうと、ちょっとこう子供の行事っぽいイメージがありますね。もちろんね、大人も七夕を楽しむんですけど、でも家で毎年大きな笹を準備して、本格的になんか短冊とか飾りをね、飾る人っていうのは、今はそこまで多くないんじゃないかなって思いますね。うん。どっちかっていうと、学校とか幼稚園、あと駅とかショッピングモール、商店街とかね、そういったところで、七夕の飾りを見ることが多いですね。駅とかショッピングモールに行くと、大きな笹が置いてあって、で、近くに短冊とペンが用意されているんですよ。で、そこに、通りかかった人、もう皆さんご自由に書いてくださいねっていう感じで置いてあるので、みんな自由にお願い事を書いて、それを笹に結ぶんですよね。うん。子供の頃だったらね、例えばテストで100点取れますようにとか、あとはサッカーが上手になりますようにとかね、好きなキャラクターのおもちゃがもらえますようにとか、そういったすごく可愛いお願い事を書く子も多いですね。七夕にはあるあるもね、いくつかあるので、それをご紹介したいなと思います。まず一つ目のあるあるは、ついつい立ち止まって知らない人のお願い事を読んでしまう。はい。
あの、これはね、日本人であれば、みんな一回はやったことあるんじゃないかなって思うんですけど、駅とかショッピングモールにある笹を見ると、本当に子供から大人までたくさんの人がお願い事を書いてるんですよ。で、その短冊を一つ一つ読むのがすごく楽しいんですね。で、私が前に見た、お願い事でね、今でも覚えているのがあるんですけど、ある子供が書いたお願い事なんですけど、そこにママの腰の痛みが良くなりますようにって書いてあったんですね。それで、その子供が書いた短冊の隣に、また別の人が書いたお願い事があったんですよ。で、その短冊は大人の人が書いたやつですね。うん。で、その短冊には、隣の子のママの腰の痛みが治りますようにって書いてあったんですね。そう。で、それを読んだ時に、うわー、なんて優しい世界なんだろうって、心がほっこりしましたね。うん。そんな出来事があって、そう、今でもはっきりと覚えてますね。二つ目のあるあるは、学校の給食のデザートに出る七夕ゼリーの特別感。はい。この七夕ゼリーっていうのは、七夕の時期になると、学校の給食で出るデザートなんですけど、青とか黄色の、こうなんか2層になったゼリーなんですけど、これがね、生徒から大人気のデザートなんですよ。うん。で、七夕ゼリーが出ると、みんなテンションが妙に上がるんですよね。うん。で、その日に休みの生徒がいると、その子の分をなんかじゃんけんして、で、そのじゃんけんで勝った子がもらえるみたいな感じだったんですよ。で、もう休みの子がいた時は、みんな張り切ってじゃんけんしてましたね。懐かしいです。三つ目のあるあるは、スーパーの特設コーナーにそうめんやめんつゆがたくさん並ぶ。はい。実はですね、7月7日はそうめんの日でもあるんですね。なので、七夕にはそうめんを食べようっていうね、まあそういった感じで、七夕の特設コーナーが作られるスーパーが結構あります。で、その特設コーナーをね、見ちゃうと、なんでかわかんないんですけど、無性にそうめんが食べたくなっちゃうんですよね。うん。それで、全然買う予定なかったのに、そうめんを買っちゃったっていう経験がありますね。はい、今日はですね、日本の七夕についてお話ししました。いかがでしたか？皆さんだったら短冊にどんなお願い事を書きますかね？もしよかったらコメント欄で教えてください。はい、それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。